はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ナイス HCK オクターブ、フラッグシップレベルのポータブルダックヘッドフォンアンプですね。ナイス HCK さんのダックアンプって今までなかったの？そうみたいね。サイトで確認したけど見当たらなかったわ。それで登場したのがオクターブってわけね。いきなりフラッグシップレベルのを導入してきたんだ。そうだね。ちょうどロッキーズのレビューをした直後にお話をいただいたので、これはロッキーズで聞いてみたいなーって思ってね。アリエクではすでに販売されているけど、Amazon での発売タイミングに合わせてねってお願いされてたんで、レビューが今になったんだよ。でも再度確認したら Amazon での発売にはまだ時間がかかるってことなので、アップすることにしたんだ。そんなわけでこの動画結構前に完成してたんだ。そういうことか。オクターブって何が特徴なのかな？いろいろあるから順を追ってみていこう。まずダックチップ ES903992M が搭載されている。 ESS 社の ES903892M の後継にあたる最新世代のダックチップの一つで、特にポータブル機器向けの Q2M シリーズのフラッグシップモデルとして位置づけられているね。 ES903992M 搭載のダックアンプをちょっと調べてみると6機種ほどあった。2024年の夏頃には ES903992M 搭載モデルが出ていたから、きっともっとあるだろう。ダックチップだけで製品価格が決まるわけじゃないから、1万円以下から8万円超えまであったよ。最大 130dB のダイナミックレンジを実現。 PCM768kHz 32ビット対応。 SN 比信号対雑音比 130dB 超。歪み率 0.0001% 以下。ハイパーストリーム4 32ビットアーキテクチャ採用。ヘッドホンアンプ向けのフラッグシップダックとして設計。よくわかんないけどすごいんだね。今後登場する多くのポータブルダックアンプに ES903992M が搭載されるんだろうね。次はオペアンプ SGM8262 ですね。2機搭載されていますよ。SG マイクロ社が開発したもので、近年フィオやシャンリン、オニキスといったポータブルオーディオの世界で定評のあるメーカーの製品に多く採用されている。エントリークラスのオペアンプよりも格上で、ハイエンドな製品にも採用される傾向がある。音質を重視したポータブル機器に搭載される信頼性の高い高性能なオペアンプ。バランス出力で 32Ω に 550mW 供給ってパワーあるよな。それでいて低ノイズで忠実度が高いっていうことだ。バランス接続で何曲か聞いてみたとき、本体がそれなりに熱くなったよ。ボディ素材は航空宇宙グレードのアルミニウム合金を CNC 加工で削り出したユニボディ。金属ボディが優れた耐干渉性を発揮し、外部ノイズを遮断してピュアなシールドを形成。繊細なマット仕上げで柔らかい食感と指紋がつきにくい特性を両立。両面に強化ガラスのフェイスプレートがシームレスに統合され、美観と耐久性を両立した洗練されたデザイン。カラーは2色で、あえなら迷わずパープルを選びます。強化ガラスのフェイスプレートに指紋がつきやすいのは仕方ないかな。そうね。付属のタイプ C ケーブルは高純度4芯銀メッキ銅を使用。ケーブル部分の長さは約7センチ。それとタイプ C to タイプ A 変換アダプター。サイズは最長部分が 5.7 センチ程度で大きくは感じませんが、小型の APG TP35 Pro と比較すると大きく見えますね。重さも TP35 Pro の倍近くあります。でも、オクターブのバランス接続時の出力は TP35 Pro の倍以上あるからね。ハイパワーを重視する人にはやっぱオクターブでしょう。ボディ側面のスイッチはゲイン切り替えとプラスマイナスのボリュームと一時停止のみ。デジタルフィルターはないんだね。機能自体はあってアプリで切り替える仕様のようだね。EQ 調整もできるって書いてある。左からトップ画面と EQ 選択画面、それからヘルプを表示したら中国語だったので翻訳したものを表示した。まあここはさらっと目を通す程度でいいよね。設定画面下のスライダーでゲインのアップダウンを調整。20Hz から 18kHz まででフリケンシーは固定だけど10バンドあった。Q の設定ができるから結構緻密に調整できるわ。調整が完了したら名前を付けて保存しとく。使うイヤホンによって設定できるってことですよね。これは使ってみたいな。Q の切り替えはここだよ。ジャックさん忘れてたでしょ。ああ、ごめん。そう、ここね。で、画面戻って設定したカスタム EQ はここで選べるよ。デジタルフィルターの選択は今後のアップデートで対応するってことだった。アウトプットは 3.5mm と 4.4mm のバランス接続の2つ。ボリュームコントロールは独立100段階で微調整 OK です。これとこれの間の音量が欲しいんだけどな。なんて経験、愛もあるんじゃない？そうなのよ。だけど100段階あればその問題は解消よね。だよね。それからマイク通話録音をサポートしてるよ。そう、こないだレビューした KZ デュエットにマイクついてたから、これを 3.5mm ジャックに接続して通話テストしてみたけどバッチリだったよ。この機能も今や当たり前になってきていますね。そうだね。
ナイス HCK さんの SNS にポストされてたけど、ダックポケットがついてきたんだ。先着300名様でなくなり次第終了って書いてあったけど、オクターブの売れ行き次第でポケットの販売もするんじゃないかな。こんな感じでリング状の金属がマグネットになっていて、これをスマホケースの外側に貼ってポケットをマグネットで固定するんだわ。へえ、便利そうだね。これなら外出先で有線接続したくないジャックさんでも使えそうじゃない？確かに便利。今や結構いろんなメーカーが出してるからね。結構がっちり固定できるんで、外で使ってみたくなったよ。ダックポケットを実際触ってみてよかったですね。うん。ボリュームコントロールがちょっとしづらくなるけど、使えるわこれ。さて、最後に音質面なんだけど、今回はオクターブの他に4モデル聞き比べてみた。手持ちのモデルなんで、あまり新しいのはないけどね。オクターブを最初に聞いた後、順番に聞いてみた。まずこの2モデル。聞いてすぐにわかるほど音質に違いってあるかなと思っていたんだけど、結構違うもんだね。ここからの違いは多少優劣の部分もあるけど、基本的には特徴を挙げてると解釈してもらえればと思うよ。了解。詳細は上の通りで、レッドシュアー DT03 はちょっと軽い感じで攻撃が目立ってた。広がる感じはあって、ボーカルがいい意味で浮いてくる印象。次の EPG-TP35 Pro はちょっとパンチ力に欠ける感じでおとなしめ。音量はできる限り同じになるようにして聞いてるから、パンチ力に欠けるというのは音量差から来るものではないからね。はい、もちろんです。広域の強調傾向もなく、フラットなバランスでこれはこれで良かった。はい、次行ってみよう。次は FIO BTR7。これは明らかに低域の出方、圧が違った。パワフルでメリハリがあったね。それはいわゆる味付けなのかもしれないけど、今聞いても BTR7 はいいなぁと思ったね。Bluetooth 接続の機能もあるから、さっきの2モデルとはちょっとポジションが違うけど、ダックアンプとしては優秀だと思った。そして最後は 7Hz の Artemis39。これも Bluetooth 接続の機能あり。やっぱり機能が増えると本体も少し大きくなる。これがオクターブと同じ ES903992M のチップを搭載してて、レビューしたのが2024年の8月頃だったかな。FIO BTR7 とオクターブの低域の特徴を併せ持つような出方でパワフル。最初の2モデルに比べ、今表示してる2モデルは低域がしっかりしてるのが印象的だった。じゃあ、オクターブはどうだったの？低域がしっかりしていて、全体的に面で迫ってくるような印象だったね。バランスもいい。やや平面的に感じることもあったけど、比較しなければわからないかな。とにかく聞いた第一印象が良かったね。低域のアタック、圧は BTR7 や Artemis39 の方があったけどね。12,000円前後の価格ならコスパ的にもいいんじゃないかなと思ったよ。癖のない落ち着いたバランスで、ダックアンプをこれから買う場合、候補に挙げていいモデルだと思うよ。カラーも気に入っちゃったし、買っちゃおうかな。あえのいつものフレーズ、カラーやデザインで決めるやつが出た。はい、ということで、フラッグシップレベルのポータブルダックヘッドフォンアンプ、ナイス HCK オクターブのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。